身長富士住クラブのエサです。クロールを上手に泳げるようになるためにキックの打ち方や腕の回し方、呼吸の仕方などを説明してきました。長い距離泳いだり速く泳いだりできるようにするための一番重要なポイントは何だと思いますか？それは前に進むことです。前に進めるからこそ長い距離泳げたり速く泳げたりします。前に進めるようにするためには手でしっかり水をかいて推進力を作る必要があります。今回の動画では水が上手にかけるようになるための練習方法を紹介していきたいと思います。クロールを泳いでいる時の推進力は一般的に手で水をかくこととキックを打つこと、この2つで作っています。では手で水をかくのとキックを打つのではどちらの方が推進力を作っていると思いますか？上手にクロールが泳げる人は水をかくことで全体の推進力の 70% から 80% を作っています。つまり長い距離泳いだり速く泳ぐためには手でしっかり水をかけるようにすることがとても重要なんです。水をしっかりかけるようにするためには手で水をかいている感覚をしっかり感じられることが必要になります。手で水をかいている感覚がないのにただ腕を回していても上手にはなりません。今回は手で水を感じてしっかりかけるようにするための練習方法を4つ紹介していきます。練習方法1つ目です。プールの中に胸のあたりまで入った状態で腕を回していきます。この時に体の前にある水を腕全体で抱え込むような形で集めていきます。その集めた水を後ろまで押していきます。この時にただ腕を回すだけだと水をかく感覚を感じられないかもしれないので、しっかり水の重さを感じながら一回一回丁寧に回してみてください。練習方法2つ目です。プールの中で浮いた状態でバタ足を行っていきます。その状態で両手で水を後ろにかいていきます。この時も手をただ後ろに動かすのではなく体の前にある水をしっかり集めてその水を後ろに押していく、運んでいくというイメージで行ってください。水をかいた後はバタ足をしながらゆっくり水の中で手を前に戻していきます。そしてまた水をかいていきます。これを繰り返し行っていきましょう。両手で水をかく理由は両手で行った方が力が入りやすいですし水を集める感覚が意識しやすいからです。手をゆっくりかいたり速くかいたり手の動かすスピードによる違いも感じてみるといいと思います。ぜひやってもらいたいのは三角で何メートル進めるかやってみてください。
三かきで進める距離が長くなればなるほど、それだけ水をかく技術が上達しているということです。練習方法3つ目です。片手をビート板の上に乗せてキックをしていきます。この状態で片手だけ手を回していきます。気をつけるのはここまでやってきたのと同じです。体の前にある水を集めてそのまま後ろに運んでいきます。この時に2つ目の練習方法と同じように、何回書いた時に何メートル進めるのかというのを左右の手両方で確認してみてください。例えば左手で書いた時の距離と右手で書いた時の距離が違う場合、短い方はそれだけ書くのが苦手ということになります。理想は両方の手同じ距離進める、より長く進めるというのが大切になります。練習方法4つ目です。クロールを呼吸をしないで泳いでいきます。呼吸をしないことで手を書くことに集中できると思います。ここまでやってきた通り、しっかり水を集めて後ろに運ぶ、水を集めて後ろに運ぶ、手で水をかく感覚をしっかり意識してこの練習をやってみてください。泳いでいる時に前に進める距離というのは、一かきで進む距離と何回書いたかをかけることによって進む距離が決まります。一かきで1メートル進める方が50メートル泳ぐ場合は50回手を回せば50メートル泳げます。しかし水をかくのがあまり上手じゃなくて、一かきで50センチしか進めない人は50メートル泳ぐのに100回書かないといけないです。そうなると体が疲れてしまって50メートルたどり着く前に呼吸が苦しくて泳げない、体力が持たないとなってしまう可能性もあります。そのため水が上手にかけるようになれば泳ぐこと自体が上手になるはずです。長い距離泳いだり速く泳いだりできるように練習を頑張ってください。今回の動画の内容が良かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。